はい、皆さんこんにちは。前回100均シーラーと不織布で作る、簡単マスクの作り方の、ご紹介をしたんですが、今回は、改良版ということで、ですね、こちらのちょっとゴムの部分であったりとか、あとゴムの部分のこの留め方をホチキスに変えてみたりとか、あともう本当にシーラーだけでね、作ってみたりとかしてみました。これ結構シーラーだけでも作れます。ただもっと簡単にね、両面テープとかを使った方がね、簡単だったりするので、その、いろんなやり方をね今回ご紹介したいと思います。はい、そして使用する材料は前回と同じく、こちらの水切りフィルター不織布タイプのものをメインに使っていきます。そして今回ゴムの部分は、今度水切りストッキングネット、こちらもゴミ袋ですね。ストッキングタイプのゴミ袋、こちらも100均で買えますが、これは耳にかけるゴムの部分はこちらを使っていきます。そして前回と同じくキッチンダスターやキッチンペーパー等を、使ってふっくらとさせていきます。あと留める時に使うのは、こちらのシーラーもしくは、両面テープ等をね使って作っていきたいと思います。はい、それでは作っていきましょう。こちらも前回と同じようにこちらの水切りフィルター不織布タイプを1枚取り出しておきます。で、中をふっくらさせるために、キッチンダスターもしくはキッチンペーパーですね、こちらのキッチンダスターもしくはキッチンペーパーを、大体のサイズですね、口に当たるサイズに、切っておきます。はい、あと今ちょうど、花粉の季節で、花粉とか困ってる方がいらっしゃったら、こちらのですね、エアコン抗菌フィルター、花粉を密着してくれるというフィルターがこれも100均で売ってますので、こういったフィルターを一つ間に挟むことで、よりちょっと強力なねマスクができるかなと思います。はい、こういったものですね。フィルターも薄いものです。これを先に下に置いてから口に近い部分は、このふわふわしたキッチンダスターを置いておきましょう。はい、でこちらを、2つ折りにしていただいて、はい、で若干ちょっと上の方ね少し残しておきます。で、ここ鼻に当たる部分に、こういったリボンタイとかね、あと厚紙等があれば、厚紙を使ってもいいかと思います。でこういった厚紙を、このリボンタイの代わりにね入れていただいてもいいと思います。でこれを挟み込んでちょっとね2つ折りぐらいにしておきます。でより立体的になるようにしてあげます。はい、でここで、ちょっとこちらですね、シーラーを使って、少し端を押さえておきましょう。はい、同様に反対側も、はい、このリボンタイのちょっと先ぐらいですね、端っこ、飛び出さないようにこちらのシーラーで仮止めをしておきます。はい、で今回ちょっとひだの入れ方を変えてみます。こんな感じで真ん中にこう折る感じですかね。こんな感じです。はい、ちょっとね中が、花粉フィルターを入れたのでふっくらしてるので、ちょっとね折りやすいように折り目を変えています。
であとはここを、ちょっと仮止めで、こちらもちょっとシーラーで留めておきましょう。つきにくい場合はね、ちょっとしっかり時間を置いてつけておいてください。はい、同様に反対側もシーラーで留めておきます。はい、本体部分ができました。ではちょっとこちらのゴムの部分なんですが、先ほどの、こちらの水切りストッキングネット、ストッキングタイプのゴミ袋、これを使います。はい、こんな感じのちょっとね、薄いストッキングタイプのゴミ袋になります。で、これのこの縁の部分ですね、これちょっと、ゴムになってるんですね。柔らかいゴムになってますので、耳にかけても痛くないです。で、この部分をハサミで切って使います。はい、こんな感じで輪っかができます。すごいね、柔らかいソフトなゴムです。はい、で同じ、ゴム部分のものを使ってもらってもいいんですが、実はこの薄いストッキング部分もね、使えますので、これをちょっとこのぐらいかな、ちょっと太めにカットしていただいて、こう伸ばしていただくとこれ結構伸びます。でこれを20ぐらいにしておくとね、強度的にいいかなと思いますので、はい、これを同じようにね、耳にかけるゴムとして使うことが可能です。はい、ではゴムの部分をつけていきます。でゴムの部分もですね、シーラーでここ留めようと思えばね、留めることができるんですが、ちょっと若干ちょっとこちら厚みがあるので、留めにくかったりとか、ある程度ね時間を置かないとつかなかったりします。なので、一番早いのが、この両面テープをね使って、つけていただくと早いかなと思いますので、今回ちょっとねこの強力な両面テープを使っています。で両面テープを剥がしたら、こちらをね、ゴムが入るようにカチッとね留めていただければしっかりくっつきます。こんな感じですね。はい、あとちょっと反対側ですね、ちょっとホチキスで使って留めるやり方もご紹介したいと思います。はい、でホチキスも同じように、こちらゴムを中に入れてから、ホチキスを使って留めていただくということもね、結構簡単にできますので、こちらも早いかと思います。はい、こんな感じですね。あとは念のため真ん中にも留めておきましょう。はい、こんな感じで、ホチキスだったりとか、両面テープをね使って作るマスクで、あとホチキスのこの針の芯の色とかが気になる方は、これ実はですね、こういう、ペイントマーカー、白い色のペイントマーカーが売ってますので、こういったもので、ちょっとこの見える部分ですね、ここをちょっと塗っていただくと、若干ですがちょっとねこの周りの白色に溶け込んで、ちょっと金属色が薄くなるかと思います。はい、こういった裏技も使っていただくといいですね。はい、これで完成いたしました。こちらがワイヤーが入ってますので、
ね、しっかり立体的になってますし、あとゴムの部分が、これがちょっと発見だったんですけど、水切りストッキングネットがね使えるということで、耳にかけても痛くないマスクになります。水切りストッキングネットと、こちらの水切りフィルターのゴミ袋があれば、簡単な使い捨てマスクができますので、ぜひ試してみてください。